ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回はちょっと動画のコメントの方で結構多く寄せられるゲート処理ですね。しかも僕がやってるのはこのデザインナイフですね。こちらのみを使ったゲート処理の方法をご紹介したいと思います。で今回ご紹介するのは僕がやってる方法なので、ゲート処理と一口に言ってもいろんなやり方があると思いますので、その方法の一つとして見ていただければなと思います。で僕がこちらですね、このデザインナイフですけれども、こちらを使ってる理由はですね、ゲート処理の方法でヤスリを使ったりする方法もあるんですけれども、ヤスリを使うとすごく綺麗にはなるんですけれども、そのヤスリをかけた部分のパーツの質感とかけてない部分の質感が変わってしまって作り方として僕はあまり塗装をしないので、塗装しないで組むとヤスリがけしたところがすごく目立ってしまうんですよね。例えるならなんですかね、壁とか床を磨いている時に一部分だけすっごい頑張って磨くと周りの部分との差ができてしまって、結局全部磨かないとおかしくなっちゃうとか、そういうことですね。そういうことが起きないように、できるだけ削ったところというかゲート処理したところが面積が少なくて済むようにこのデザインナイフのみでやってます。それでパーツを切り出した後ですね、ゲート跡が残る原因の一つでこのパーツが白くなってしまうことがあると思います。でこれは今ランナーの端っこをちょっと切り出したんですけれども、でこれに圧力がかかると白くなりますよね。この横の色と明らかに違って、もうちょっと圧力かけると、かなり白くなっていくと思うんですけど、こんな感じでどうしてもこの圧力がかかった部分っていうのは色が変わってしまいます。それでパーツを切り出す時もちょっと注意しておかないと、この現象のせいでゲート跡が綺麗に表面を削ったとしてもこれが残ってしまうことがあります。なので、僕はパーツを切り出す時に、このくらいゲートを残してますね。残ってる部分としたらこの部分ですね。この部分、それからこの部分ですね。かなりというか、少し余裕を持たせてランナーから切り出すことにしてます。そうすることによって先ほどお見せしたこの白くなる現象ですね、これを防いでいます。であとはこのゲートを切るわけですけれども、この切り出した部分をこれでまたニッパーでパチンと切ってしまうと、またこの切った跡がですね残ってしまうというか、ここが白くなってしまうので、それもやらずにもうここからデザインナイフのみで削っていきます。それでちょっと図解してみると、ちょっと簡単な絵で申し訳ないんですけれども、今こちら、ちょっとパーツの断面図と思ってください。でここにゲートが残っている状態で、ここがパーツを切った部分ですね。こういう感じになってます。でここから、デザインナイフで削っていく作業に入るんですけれども、削り方としては僕はここをこういう感じで削りますね。この今色で塗った部分を削ります。でこちら側からもこんな感じで削ってっていう。でなんか端っこから斜め上に向かって削っていきます。でこれも結構今かなりの角度で削りましたけども、本当はもうちょっと少しずつ削っていく感じで斜め上に向かって、この左右からではなくて、できれば全方向ですね。パーツの形状によっては全方向から削るのは難しかったりしますけれども、できれば、あらゆる方向から少しずつ削っていく感じですね。でそうするとパーツの表面が、こんな感じにですね、ちょっとちょっと出っ張りがあるっていう感じになるぐらいまでしっかり削っていって、でここまで来るとさらにもう少し少しずつですね、もうほんと薄皮をめくっていくというかカンナがけするというか、そんな感じでもう本当に少しずつここから平らにやっていく感じですね。少しずつこの周りも少し若干ですけど巻き込みながら本当にもう皮を一枚一枚剥いでいくぐらいの気持ちで、しっかり平らにしていくっていう作業で、このゲート処理の作業を進行していってます。それで今回は、こちらですね、
こちら、紺色のパーツ、バンシーの外装部分ですね、マスターグレードのバンシーの外装部分と、あとはこれはサイコフレームですね、緑の覚醒した最終決戦バージョンのサイコフレームですね。これはクリアパーツです。で、この2つ、大体色が濃いパーツと、クリアパーツっていうのがゲート処理は結構跡が残ることが多いので、この2つを使ってちょっとこの実際に今ご説明したやり方でゲート処理をやっていきたいと思います。でこちらのデザインナイフを使って削っていくんですけれども、デザインナイフ自体はですね、よく切れるものを使ってください。刃がですね、使い古して切れにくくなると、それで怪我をしたりとか、あとパーツを削りすぎてなんていうんですかね、えぐってしまってどうしようもなくなったりしますので、これはよく切れる、まめに交換して、よく切れる状態を保っていただければなと思います。そして、握り方なんですけれども、これはもう僕のやり方なので握りやすいやり方でやっていただきたいんですが、僕は結構ミリ単位というか、すごく薄く削ったりする作業をするので、刃がぶれないようにここに人差し指を置いて刃を固定するというかですね、押さえつけて切っていく感じですね。切っていくか削っていく感じですね。なので握り方によっては怪我してしまう可能性もあるので、これはあまり真似しない方がいいかもしれませんが、僕はこうやってちょっと刃先を安定させるというか、こんな感じですね。で削っていきます。それで今から実際の作業に入っていきたいと思います。でまずはですね、この辺ですね、この辺から斜め上というか、こんな感じで削っていきます。あまりこのパーツに近い感じにパーツをえぐらないように、その逆方向に向かって少しずつ削っていきます。で削る方向はいろんな方向からですね。でこの時に気をつけないといけないのが、この後ろの部分ですね。これをここの先ですね、このゲートの部分に集中するあまり、この後ろの部分がこちら側のパーツに触れてたりすることもあるので、そこは注意して他の余計なところを削ってしまわないように、このゲートの部分だけですね、ここだけを削るように気をつけてください。あと削るときに気をつけないといけないことが、欲張らないことですね。どうしてもですね、早く削りたいので結構量を多めに削ってしまうことがあるんですけれども、そこはちょっとグッと押さえて根気よく少しずつ削るようにしてください。で今この部分を削ったんですけれども、少し凹凸が残っている状態で、ほぼほぼこういうゲートの残りの部分ですね、この部分は削れた状態です。あとはここの部分ですね、もう少し今度は本当に皮1枚剥いでいくぐらいの勢いで少しずつ周りと同化させるような感じで削っていきます。でこの刃先の部分ですね、このわずかに削りカスがついてるかと思うんですけども、このぐらいずつ本当に薄皮1枚ずつ削っていくような感じで、今削ってます。そんな感じで削っていくと、ここゲートがあった部分、この部分ですけれども、結構目立たない感じに削れるかと思います。だいたいこの反対側のこの部分と同じような位置にゲートはあったんですが、平らにしかもあんまり白くなることなく削れてるかと思います。で今度はこちらの紺色のパーツですね。こちらもなんか白くなるとすごく目立ってしまうパーツなんですけれども、こちらも削っていきたいと思います。で削るのはこちら側ですね。こちら側のこの部分のゲートですね。今、ゲート残ってますけれども、この部分を削っていきたいと思います。
削ってこんな感じになりました。ゲートがあったのはこの辺かな、この辺にゲートがあったんですけれども、なかなか、目立たなくはなったんじゃないかなと思います。それで、僕の場合はですね、この後、艶消しスプレーをかけたりするので、このぐらいまで目立たなくなれば、あとは艶消しスプレーをかけるだけで、他の部分とほぼ同じような感じになるので、ゲートアートはあまり目立たないような形になります。で塗装するんであればですね、ここは多少白くなってもそこまで影響はないかと思うので、ある程度デザインナイフで削って、あとはヤスリできれいにするっていうやり方もあると思いますが、塗装しない方はですね、こういった感じで、少しでも目立たないようにゲートを処理されてみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっと僕独特のやり方も一部あったかと思います。特にデザインナイフの握り方ですね。これは人それぞれ握りやすいやり方があると思いますので、いろいろやっていく過程で、少し使いやすいやり方を見つけてみてください。ということで、今回の動画はいつもは動画で取り上げないところですね、だいたいこれが終わった状態から動画はスタートするので、その動画の前の準備段階の作業をちょっとご紹介してみました。